ヤスリは何番までかけてますか？400。結構、はい、結構ですね。まあちょっと何番までっていうか、400しかほぼ使わないですね。ああ、じゃあ使い分けみたいなのもあんまりないってことですか？ないです。あ、そうなんだ。すごい削りたいなっていう時に、240番で最初削ってっていうのやりますけど、基本400しか使わないですね。だから僕240と400しか持ってないんですよ。なんか僕も戦車模型だから、600とかこれ削れてんのって思っちゃう、ね。そう、600だともう頼りないじゃないですか。でも飛行機とかもそうなんですか。400でやめちゃう。それは筆塗りだからですか。そうっすね。ある程度。400って結構サーフをパッて吹くと、出るときは出るじゃないですか。結構出てますよ。あ、そうなんですね。気にしない。気にしない。最終的には分からなくなる。でも400を使ってるとどんどんその水回りしてって、多分最終的には800ぐらいになってるじゃないですか。いい調子になってる。そうだからなんとなくそれで調整してるかもしれないですけど、400が工具箱の中に3枚ぐらいあるんだけど、やれた400となんかね、触ってみてね、これぐらいが今調子いいなっていうのはちょっとあるんで、400があれば大丈夫じゃないですか。大丈夫。ありがとうございます。次の驚いてました。400のみって。でもあれですよね。今のところニッパーも1本だし、特に変な工作も別にプラン周りに作ればいいんじゃないのだし、400番だし、それであんだけいいものができるんだから、いいね、清水さんの作り方ね。道具はあんま持ってないんですよね。持ってないんですか。相談してください。なんか良さそうなの買ってもなんかね、今までのこれでなんか事足りるなって思っちゃう。で結局使わなくなっちゃうんで。日本人のいいところでも悪いところでも。そう。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。省エネということで、清水さん。じゃあ次は下地はメカサフヘビーを愛用されてると思いますが、その理由は何かありますでしょうか？下地はね、もともとこれは直樹さんが開発して売ってるやつですけど、もともと20年ぐらい前に多分直樹さんと知り合った時に、今度こういうの出すんだって言われて、暗いサフってなんでって言ったら、まずロボの時に関節をもうこれで塗らなくていい、すごい楽だよって言われて、そういうもんなのかと思って、僕その時飛行機だったんで、そっか。それからいろいろ変遷はあったんですよ。ちょっと紫にしてみようとか。下地をですか？下地をサフの色じゃなくてメカサフにパープル入れて紫のサフにしてみたり、あとはよくマシーネで使うマホガニーとかいろいろやったんですけど、最終的になんかね、この暗いグレーが一番邪魔しないんで、影としてもいいし、色の邪魔あんましないんで、今のところこれで落ち着いてますけど、たまにいろいろ変えてはいますね。金属色にしてみたりとか。結構筆塗りする人はね、なんか僕のやり方を真似してくれる人は下地はいろいろ遊んでみると面白いと思います。雰囲気変わりそうですね、下地は。だいぶね、色の出方が変わるんで、今回のこれも本体はメカサフなんですけど、武器類はいつもね、読み方が分かんない。焼き鉄色、焼き鉄色でいいの？いいよ。小鉄色じゃなくて。違います。難しくてどうするんですか？焼き鉄色にしてるんですよ、武器だけ。で同じ色で塗ってもやっぱりちょっと出てくる雰囲気が変わるんで、結構面白いです。そのあたりも見ていただけると。筆塗り講座とかで見てると、みんなここがね結構ダボダボなんですよ。そうですよね。そうですよね。なんていうかこう、なんかね、なんかもっとこう、もっと色塗料ですよね。もっとこう、もっとこんな感じで、もっと塗料なんですよ。そうシャバシャバですね、確かに。もうちょっとシャバシャバかな、みんななんかこんな感じになってるんですよ。じゃなくて、これはそもそももう溶剤分が多すぎるし、塗料も濃すぎるんですよ。これをこう伸ばしてって、このぐらいですね。勉強になる。ここはダメです。この辺この辺ぐらい伸ばして、さらにこれだとちょっとまだ溶剤分が多いんですね。まだ水っぽい。でこういうのはこういうので使うところはあるんですけど、基本的にはこれをさらにもっと伸ばしていくとどんどん揮発していくんで。まだだってそれでも濃いですもんね、清水さんのより。わかる。ちょっとあれだね。いや、なんかもうリベンジかもね。リベンジはいいんだけど、できる気がしてきた。なんかもう。いやそれはね、清水さんの教え方が上手かだからなんだよね。でも本当このぐらいちょっとカスカスぐらい。でここが
ですぐ乾いちゃうんで、乾いたなと思ったら、筆をつけて、でさらにそのつけた溶剤をここで全部拭く、全部拭いても、結構しつこく拭いても濡れてるんで、その濡れたぐらいでまたこう溶くぐらいのイメージです。すごいね。だからあとは皆さんこれをですね、紙でよくやってるんですけど、紙はね吸水力が足りないんですよ全然。あ、そうなんだ。あと筆が傷むんで、できれば綿 100% の布にしてください。それはどちらで用意をしたんですか、その布は。昔は T シャツ切ってたんですよ、いらなくなったやつを。でもいらなくなった T シャツがなくなっちゃったんで、なんか工業用のウエスがなんかいらない布を全部パックにしているのが Amazon とかで売ってるんで、今はそれを買ってきて、いいサイズに全部カットして畳んで保管してます。こうガシガシ塗りたい気持ちも分かるんですよ。確かにこれも筆塗りの醍醐味なんで、ってやっちゃうと、最終的になんかね、そもそも筆塗り自体が割と汚くなりがちなんで、結構最終的に粗い感じになっちゃう。でちゃんとムラムラにするっていうのは筆目の方向はまずこうきちんときれいに出しつつ、同じ方向でこう濃いところと薄いところを作っていく。でも方向は一緒っていうのが大事。わかりました。これは全部に言えることで、最後ウォッシングして綿棒で拭き取るんですけど、拭き取るのもちゃんとこの筆目の方向と同じようにきちんと合わせる。これも意外とみんなやってくれない。方向については最初のうちでやってもらった筆塗りの時から言ってた。確かに言ってるでしょ。違う、僕ね毎回本でも雑誌でも全部言ってるんですけど、なぜかねやってくれない。でもね、気持ちはわかるんですよ。これねちょっと面倒くせえ。確かに。でもあとやっぱり最初ネックやってみてネックになったのは、ザクとかAT とかの頭とか肩の丸いとこ、丸いとこはもうとにかく放射状に。それもマシーネンクリーが出てもらったんで、説明してましたね。それも結構言ってるんですけど、まあ確かにちょっと最初は面倒だと思うんですけど、まあでもそこが多分基本になるので、なのでだから急にブラッドサッカーとか作るとめげると思うんですよ。綿棒いちいちみたいな。それが多分適当に模型屋とかにもう割と投げ売りされてるような対戦機のプロとか買ってきてやると、わあ楽ってなるんで、ぜひ。世界の斉藤模型店メンバーシップではオリジナルホビー誌を毎月お届け。詳細は概要欄またはこちらの QR からチェックお願いします。